皆さんこんにちは、わたたびです。今回は熊本県を代表する温泉地黒川温泉にある温泉旅館に宿泊します。客室にある内湯と露天風呂に惹かれ、この宿を予約しました。場所は熊本県の北東部に位置する小国町。かやぶき屋根の建物が点在し、まるで一つの集落のような温泉旅館です。穴場のスポットを巡りながら向かいます。目的地まであと10分で到着します。大通りからね行けるんですけど、変な道に案内されてます。のどかな街に出てきた。はい、こちらですね。目的地は左側です。はい、到着です。こちらはですね、湯田温泉という場所になります。目の前に見えている建物が夢プラザというね、日帰り入浴施設です。こちらの温泉は15時からしか空いてないんですけど、今回の目的はこの温泉ではなくて、こちらの民家の裏に温泉があります。そちらの方に入りに行きたいと思います。のどかな場所です。連日大雨だったんですけど、今日は天気が良さそうです。この道を左に曲がります。ほんとね、民家の裏にあるんですよね。ありました。こちらですね。わあ、すごい。温泉の匂いがしてます。しかもめちゃくちゃ綺麗。こちらに料金箱があって寄付をお願いしてるんですけど、特にね金額は書いてません。寄付のね相場がよくわかんないんですけど、500円、寄付します。温泉の前はですね、もう普通に、お家があります。でこちらもお家ですね。で、脱衣所っていうのがね特にありません。ないんで、どこで着替えたらいいんでしょう。もうすぐそこね道路なんですよね。男なんでもう気にせず、すっぱだかになって入りたいと思います。で、ちなみに泉温の方なんですけど、かなりぬるいですね。35度とかそれぐらいでしょうか。冬場は入れないぐらいのぬるさですね。この辺りの今の温度が20度を下回ってるんで、ちょっと寒いかもしれません。生まれたての姿になりました。じゃあもう恥ずかしいんですぐ入ります。やっぱりぬるいですね。いや、これは素晴らしい。泉温さえ高かったらですね、もう完璧でした。かなりぬるいんで、本当にね夏場しか入れないですね。泉質が固まってます。源泉付近はあったかいです。
アルカリ性単純温泉だとは思うんですけど、硫黄も含んでますね。硫化水素の匂いがほのかにします。藻が浮いてて野湯感が半端ないんですけど、温泉自体はすごく綺麗です。気泡が上がっていってるんですけど、下からもねボコボコ湧いてるんですかね。それにしてもワイルドな温泉ですね。入浴しました。女性はですねちょっとハードルが、高いのかもしれません。向こうの日帰り入浴施設は300円か400円ぐらいで入れるんで、そちらもね合わせて入るのがいいかなと思います。ここを抜けてですね、すぐ道路にも出れるんですけど、おそらく私有地だと思うんで、もしね来られる方はこっちのこの道をね通ってきた方がいいと思います。この量とそこの流れる量違うでしょ。あ、違いますね。はいはいはい。実はこの下からいっぱい。あ、やっぱりそうですよね。下からもやっぱり自噴してるんですね。はい、日本さん。うわーすごい。ですね、さっき、地元の方とお会いしてですね、いろいろ、教えていただきました。小さい頃はですね、傷を作って家に帰ると怒られるんで、温泉に傷口を、つけていたそうです。すぐ傷が塞がるそうで、切り傷などにね本当によく効く温泉だそうです。あとは稲の種をつけて発芽させるのに温泉を利用したりするそうです。はい、それでは次の目的地に向かいます。次の目的地はここから13キロ16分で到着します。すっごく汗吹いてきてちゃんとね体の芯から温まってます。目的地は右側です。お疲れ様でした。この上かな。あ、でもなんか道は綺麗よね。地図にない割には。よいしょ。で、こっからはですね、車で行けそうになかったんで歩いて向かいます。向こうにですね、車3、4台ぐらい止めれるスペースがあったんで、そちらに止めてきました。ルートとか詳しい情報があまりなかったんで、正直ね、どうやって行くのか自分もよく分かってないんですけど、向かっていきたいと思います。多分ね、ここで合ってると思うんですけどね、この先にはですね、穴場の滝があります。それをね、今から見に行きます。来られてる人はね少ないと思います。だからもしかしたらねやぶこぎしながら向かわないといけないかもしれません。うわ、道がなくなっちゃいました。これ通れんのこれ。うわいやこれは無理か。でもなんとなく道になってますね。うわ、服がびっちゃびちゃになった。いや、こんな感じの道が続きます。ちなみに九州なんで熊はいてません。服がびちゃびちゃ。せっかく温泉に入ったのに。勇者の剣を手に入れました。いやー、ちょっと道がわからないぞ。これはおすすめできないですね。でもなんとなく道になってるんですよね。うわ、道じゃないですね、これは。ここは一体どこだ。帰れなくなるかもしれない。自分の身長ぐらいね、もう草木が生い茂ってるんですけど、その中を今突き進んでってます。道らしい道に出てきました。ここまではもう悲惨でした。服はねびちゃびちゃです。川の流れる音が
強くなってきたんですけど、高低差がかなりあって、どうやって行くんだろう。ピンクテープ発見しました。こちらに降りていくようなんですけど、かなり険しいですね。本当に合ってるのこれ。滝が見えてきたんですけど、かなり遠い。残念ながらね、もうこれ以上近づくことはできません。高低差がまだ50メートル以上あります。こちらは裏見の滝といって、滝の裏側まで行けるそうです。その滝の裏側に行きたかったんですけど、残念ながら行くことができません。向こう側にもですね、二俣の滝というね、大迫力の滝があります。おそらくね、ルートはあったんだと思うんですけど、もう現在はですね、もう草木が生い茂ってルートはなくなっています。行きはね、勢いで来れたんですけど、帰りはちょっと辛いですね。はい、戻ってきました。落差もあって、すごくね、迫力のある滝なんですけど、多分もう二度と行くことはないと思います。はい、それでは黒川温泉の方に向かいます。とりあえずね、グリーンロードに出ないとダメですね。この林道のような道を抜けます。およそ300メートル先、目的地は左側です。はい、こちらで目すね。的地は左側です。お疲れ様でした。よいしょ。駐車場はここですね。はい、到着しました。もうすぐそこは黒川温泉の温泉街です。で、温泉街に行く前にですね、こちら奥の院不動明王という場所に来ました。で、今日日曜日なんですけどね、誰もいてません。神秘的な場所っていうことで来てみました。で、こちら奥の院の参道は100メートル、たった100メートル歩けば見ることのできる場所です。この辺は結構来るんですけど、黒川温泉に来るのはもう何年ぶりかわからないぐらい久しぶりです。こっからすぐらいですね。雰囲気が変わりました。不動明王が祀られています。その横にいるのが空海です。で、この周りはですね、岩の壁に囲まれてます。こんな感じで参道が続いてます。
何ここ。いや、すごっ。うわ、すげえ。うわ。こちらに不動明王がいてます。こちらです。なんか存在感がすごいですね。こんな感じのすごくね、神秘的な場所でした。黒川温泉に来る機会があれば、温泉街から本当にすぐなんで、ぜひ訪れてみてください。まさかこの先にあんな景色があるとは思わないですよね。それでは黒川温泉街の方に行ってみたいと思います。キャンピングカーは駐車禁止って書いてあるね。止めてもあかんの？見て書いてある。キャおンピングカ疲れ様でしーた。取られへんのか。とりあえずね、お店が多いとこまで歩いてみたいと思います。人気の観光地だけあってお客さんがめちゃくちゃ多いですね。餅焼きせんべいって、あ、すごい、せんべい専門店やね。へえ、本物かと思った。よいしょ。足湯1回100円。海やって。ああ、今日やってないんか。うわー、赤牛ステーキライス、赤牛まぶし膳、うまそう。こちらにね、温泉卵が売ってます。甘酒も売ってますね。1本500円。せっかくなんでね、こちらの温泉卵買います。よいしょ。冷たい温泉卵2つ買いました。赤牛メンチカツ、油がめっちゃ出てくる。赤牛メンチカツっていうのを食べてきたんですけど、今まで食べたメンチカツの中で一番美味しかったです。でこの辺りのお店もね、夜10時とかまで開いてたりするんで、湯上がりにお酒とかね、楽しむことができます。それでは宿の方に向かいます。およそ50メートル先、今日泊まる宿はここからね、5分ぐらいで到着します。こちらですね、山水木。わあ、すごいかやぶきの建物がたくさんあります。部屋によって泊める場所が違うんだね。到着しました。今回宿泊するのがこちら山水木別邸宮山山荘です。約1万坪の山里にかやぶき屋根の離れが点在していて、まるで一つの集落のような風景が広がっています。全室離れの温泉付き客室です。こんな感じでですね、一棟貸しの建物がいくつかあるんですけど、現在地がこちらですね。で、今日泊まるのがこちらのせせらぎ庵という建物になります。真ん中にですね、お食事処があって、で今日泊まるせせらぎ庵のすぐ隣に大浴場があります。こちらはね、別邸になるんですけど、こちらに花水木というね、本館っていうんですかね、があります。本館の方に泊まろうと思ったんですけど、予約がいっぱいだったんで、こちらの別邸の方にしたんですけど、別邸の方もですね、予約がいっぱいで、もう急遽ね、昨日予約しました。こちらが受付になります。はい、先に受付してきます。これに乗っていくんやね。面白い。すごい、これ面白いね。ねえ、これいいね。これがレストランなんですね。食事はこちらなんです。ここで旅館の米を育ててるんや。すごいね。
582はこちらですね。はい。よいしょ。この乗り物に乗ってきました。いや、すごく楽しかったです。今日宿泊するお部屋がこちらのせせらぎ庵っていう建物ですね。こちらの建物はですね、かやぶき屋根じゃないんでちょっと残念なんですけど、早速ね、お部屋の方見てみたいと思います。硫化水素の匂いがします。ああ、いい匂い。玄関はこんな感じですね。めっちゃ広いです。こんな感じの玄関です。入ってすぐ右側と、そしてこちら左側に扉があります。左側がお部屋ですね。で、こちらトイレとお風呂になります。まずはこちら左側にあるお部屋を見てみたいと思います。よっ。モダンと大正レトロがなんか合わさったような感じのお部屋です。日が差してきました。いい天気ですね。で、この窓の向こうは庭になってます。こちらまた後で見てみたいと思います。で、こちらソファーの後ろにはですね、ティーセットですかね。はい、こんな感じのティーセット。こちらは何でしょうか。あ、コーヒーですね。三山山荘オリジナルのコーヒーなんですかね。はい。ソファーの横にですね、赤い扉があるんですけど、こちらクローゼットですね。めちゃくちゃ広いクローゼット。はい。こちらにはね、テレビがあるんですけど、映画とかね見れたり、あと YouTube も見れますね。で、館内の案内はここで見ることができます。入浴状況とか見れるんですかね。はい、BGM っていうね項目があるんですけど、この部屋に流れている音楽を変えることができます。温泉利用時間の確認とかできます。こちら洞窟風呂もあるんですね。いや、知りませんでした。すごい。あ、違う、これ新名館っていう旅館の洞窟風呂ですね。まあでも姉妹館のお風呂も無料でご利用になりますとは書いてます。本当や、ここに書いてますね。姉妹館のお風呂も無料でご利用になれます。ということはこの洞窟風呂もですね、この姉妹館がどこにあるかわかんないんですけど、無料で入ることができます。まあちょっとね時間がないんで行くことはないとは思うんですけど、はい、売店とかもねあるんですけど、あっちの本館の方に売店があります。こちらの別邸の方にはありません。なので売店で何か買いたい時は本館の方に行かないといけないんですけど、こっからね本当にすぐ本館に行けます。本館のお風呂もね無料で利用することができます。今日はねちょっと向こうの本館の方には行かないんですけど、売店はこんな感じで、いろいろお土産が売ってますね。こちらのお部屋の反対側にもですね、お部屋があるんですけど、こちら寝室ですね。大きなベッドが2つあります。セミダブルぐらいの大きさですかね。こちらが寝巻きで、こちらがですね大浴場行く時に着ていく服です。で、ここはね582のお部屋なんですけど、この扉の向こうが581のお部屋になります。鍵がかかってるんで向こうからね人が入ってくることはありません。なんでこの扉がついてるかっていうと、大人数で泊まるとき扉を開放して一つの部屋にすることができるみたいです。なので大人数で泊まるにはすごくいいですね。それではね、お待ちかねのお風呂です。こちらの客室はですね、内風呂とさらに露天風呂もついてます。はい、どんなお風呂なのか見てみたいと思います。まずこちら脱衣所ですね。こちらにバスタオル4枚、そしてフェイスタオルですね。で、この下にもですねバスタオルが置いてます。で、こちらのバッグなんですけど、なんか持って帰ってもいいとおっしゃってました。
大きくてすごくしっかりしたバッグです。バスタオルが4枚ぐらい入りそうな大きさです。はい、なんかエコバッグとしても使えそうですね。洗面台なんですけど、これ何でしょうか。こちらもね持って帰っていいとおっしゃってたんですけど、黒アースキンオイル、よくわかんないんですけどいただけるそうです。でこちらアメニティもたくさんありますね。はい、でドライヤーめちゃくちゃちっちゃいですね。こんなん初めて見ました。手のひらぐらいの大きさでちっちゃいんですけど、すごくねおしゃれですね。洗面台の下にですね冷蔵庫があります。よいしょ。はい、あとこちらちょっとねどうやって開けるんだこれ。あ、こうか。はい。おー、なんだこれ。なんか羊羹って言ってたのかな、ブルーベリーかなんかそんな感じの羊羹とおっしゃってました。はい、後でいただいてみたいと思います。蛇口から出る水はですね阿蘇の湧き水だそうです。なので飲むこともできます。でこの反対側が内風呂です。うわすごい大きい内風呂で、このタイルがねすっごくおしゃれです。なんかね大正レトロのような、お風呂ですね。でこの中は硫化水素の匂いで充満しています。硫黄泉好きにはたまらないです。でもちろん源泉かけ流しです。でこの右側にですねシャワールームがあります。はい、こんな感じですね。日の光が入ってくる感じもいいですよね。すっごい匂いが強いですね。はい、無色透明というよりもほんの少しだけ、濁りがあるような感じです。内風呂だけじゃないんですよね。この窓の向こうにですね露天風呂があります。そちらも見に行きたいと思います。スリッパを履いてよいしょ。あ、こんなところにベンチがあります。あ、目の前川ですね。うわーいいですね。うわ最高。お風呂上がりにここで涼むのもいいですね。敷地が1万坪あるからこそこのできる空間ですね。でこっちがさっきの、内湯ですね。でこちらです。このかやぶきの建物がですね露天風呂です。かやぶきの屋根じゃなくて残念だったんですけど、こちらの露天風呂がかやぶきの屋根でした。では見てみたいと思います。うわーこれはたまりません。こんな感じの露天風呂で、露天風呂というよりも半露天風呂ですかね。はい、4人は入れますね。はい、この浴槽の前はもうすぐ川です。雨の後でもしかしたらこの川の流れがちょっと激しいのかもしれません。こっちから見るとこんな感じです。すごい。残念ながらね大浴場は撮影することはできません。ただもうね大浴場行かなくてもこちらのお風呂だけでもう十分だと思います。こちらの別邸の大浴場は、こんな感じですね。すっごい目の前がこれ露天風呂ですね。でこっちが内湯。こちらに洗い場があるんですけど、こう仕切りがあるんでこれもいいですね。こちらの温泉はですね日帰り入浴も可能なんですけど3時までなんで、チェックインしたと同時にですね宿泊者専用の温泉になります。
大浴場の入浴時間がですね、朝7時から午後9時30分までですね。で、姉妹間の湯巡り入浴時間が午後3時から午後9時で、朝7時から朝10時までですね。姉妹間のお風呂なんですかね、これは。良さそうな、温泉なんですけど、多分ね、撮影はできないと思うんで、今回は、行きません。で、今ちょっと調べてたんですけど、こちらのお部屋はですね、全部で18部屋あります。すべてに内風呂がついてます。こんな感じで A1 から E までのお部屋のタイプがあるんですけど、B1 から E はですね、内風呂だけじゃなくて露天風呂もついてます。で、こちらはですね、タイプ C のお部屋になります。でね、すっごく人気のお部屋で、後日取ろうかなと思ったんですけど、1ヶ月先までもう予約がいっぱいで空いてませんでした。なので、こちら急遽昨日ね、予約して今日、泊まりに来ました。宿の方もね、びっくりされてました。上からこう下に行くにつれていいお部屋になるんだと思います。なんで C は結構いいお部屋のうちに入るんですかね。で、気になるのがこちらですよね。さっきの羊羹なんですけど、こちらちょっといただいてみたいと思います。こんな感じの羊羹です。いただきます。レーズンみたいな感じですね。確か山ぶどうって言ってたような気もするんですけど、甘さ控えめで美味しいです。今日宿泊するこのセセラギアンのすぐ横がこちら大浴場です。温泉はねお見せすることはできないんですけど、この中がどんななのか見てみたいと思います。はい、こちらが下駄箱です。で、中はこんな感じですね。はい、椅子やテーブルがあって、で右側はこんな感じです。男女のトイレがあって、でこちら右側男湯、そして左側、女湯です。でこちら左側にパウダールームっていうのがあります。朝にね男女入れ替わります。それでは温泉を楽しんでいきたいと思います。はい、温泉入ってきました。部屋風呂があるからもうここに来なくても十分だと思ってたんですけど、めちゃくちゃ良かったです。もう脱衣所のすぐ目の前は内湯で、もうガラス張りになってます。木の浴槽で趣も感じるような内湯でした。で内湯もね結構広いんですけど、露天風呂が50人以上は入れるぐらいの大きさの露天風呂でした。露天風呂の前は川が流れてます。夕食の時間までですね、こちらの部屋のお風呂楽しみたいと思います。わあ、いや本当にすごい匂いです。下の方がめちゃくちゃ冷たいですね。結構深いです。今顎ギリギリです。気持ちいい。こちらの泉質は、単純美容泉です。温度はですねそんなにね暖かくないですね。40度なさそうな感じです。残念ながらねちょっと曇ってきました。日が差したらもっと最高なんでしょうね。それではねあちらの露天風呂に入りたいと思います。こうやって見るとこの部屋広いですよね。で歩いて向こうまでがこの部屋の敷地内になります。なんか入った瞬間気のいい匂いがしました。
暑いね。こっちは結構暑いです。こっちはね42、3度ぐらいありそうです。目の前はですね、いや川なんでほんと最高ですね。このタオルなんかすごくいいなと思ったらですね、今治タオルでした。見上げるとこんな感じの景色で、左はこんな景色で最高です。体温まりました。着替えたんですけど、なんか板前みたいになりました。それでは夕食の時間になったんで、食事会場の方に向かいます。よいしょ。この街灯いいですね。味があります。こちらですね。こんな感じの食事会場ですね。こちらが夕食です。こちら前菜ですかね。茶碗蒸し、うなぎ。こちらがなんだろうこれ、茶碗蒸しみたいなのが出てきた。いただきます。美味しそう。うまい。うなぎ。うめえ。うますぎる。前菜ですね。アワビかな。アワビですね。こんな開いてある。串に刺さって。コリコリしてて美味しいね。なんか浜焼きみたいな感じ。美味しい。これなんだろう。全然何かわかんないんですけど。美味しい。なんかシューマイみたいな味。これなんだろう。エビチーズなんだ。すごいチーズ。美味しい。チーズの中になんか食感があるけど、エビかこれが。チーズが勝っちゃってるな。美味しいけどね。ここに昆布締めって書いてるから、エビの昆布締めなんやな。美味しい。こちらごま豆腐ですね。上にエビとなんか緑色のね魚卵が乗ってます。もちもちしてます。ピーナッツ豆腐みたいな味ですね。美味しい。エビと一緒に。エビとよく合いますね、このごま豆腐と。でこちらタコですね。タコの酢の物でしょうか。酢の物じゃないね。こうどう表現したらいいのか難しいけど、美味しいのに変わりはない。こちらが鮎の南蛮漬けですね。これは何でしょうか。湯葉かな。湯葉ですね。いただきます。そんなにお酢が強くなくて美味しいね。こちらお品書きにはハモの吉野内って書いてます。スープみたいな感じですね。ちょっといただきます。土瓶蒸しみたいな感じですね。お作りの3点盛りが来ました。こちらイカに、そしてマグロの中トロで、このタイがですね天草ブランドの雅鯛というタイだそうです。でかい。でこのお醤油もですね、ここオリジナルのお醤油だそうです。いただきます。醤油がさっぱりしてて美味しい。ちょっと甘手でさらっとした醤油ですね。タイの味が濃厚で美味しいです。そんなにね、タイは歯ごたえがないですね。こちらイカ、これ表面は飾り包丁が入ってで少し炙ってあります。炙ってるからってそんな香ばしさとかはないですね。多分この食感を出すためでしょうか。でっか。これナス。こちら
カモナスの田楽ですね。カモナスの田楽ですね。むちゃくちゃでかいんですけど、これ皮ごとねいただけるそうで、この上にはエビ、あとそら豆ですかね、お肉も乗ってます。お肉にあとキノコ、アワビやった、アワビも乗ってます。すごくね食べにくそうな、すっごく食べにくい難しい。美味しい。食べやすいようにナスをですねこう切ってくれてます。味噌がね食べやすい。皮はね少し口の中に残る感じはあるんですけど美味しかったです。鮎の塩焼きが来ました。もう頭から骨まで食べれるそうです。でこちらに天ぷらがありますね。何なんでしょうか。食べてみます。多分ねエビが入ってると思うんですけど、エビの風味がしてねすごく美味しいですね。骨まで一応食べれるんですけど、でも個人的にはねすごく骨が気になりました。ステーキ、こちら肥後牛のステーキです。もうめっちゃいい匂いしてます。いい焼き加減ですね。もう自分好みです。中は赤いですね。こんな感じで赤いの苦手なんですけど、この程度なら大丈夫です。こちらにステーキソースがあるんですけど、まずは何もつけずにいただきます。うわ、柔らけ。美味しい。何もつけずに食べたんですけど、肉のね旨味がすごく感じられます。本当にね美味しいです。ソースつけてみました。美味しい。うまい。つけた方がうまい。今日の夕食ナンバーワンですこちら最後のお料理ですね。紅茶プリンとぶどうのシャーベットなんですけど、果物は何なんでしょうか。ちょっと何の果物かわかんないんですけど、下にプリンがありますね。これが紅茶なんでしょうか。バカうまい。そうなの。めちゃくちゃうまい。この白いソースはねおそらく練乳で、下に紅茶のプリンがあるんですけど、紅茶の味もしっかりしてて、なんせこの練乳がうまい。こんなに練乳摂取したの初めてうまいね、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。それではね部屋の方に戻ってゆっくり過ごしたいと思います。食事会場はすぐ目の前ですし、大浴場も隣なんでねいい部屋かもしれません。クーラーガンガンにしてたら体冷えたんでお風呂に入りたいと思います。よいしょ。何度見てもいい温泉ですよね。ちょっと暖かくなってますね。下の方がやっぱり冷たくなってます。よいしょ。じゃあね露天風呂に入りに行きます。真っ暗。ちょっと暗かったら怖いですね。川の流れる音が少し、怖く感じます。いいね。すぐ横はですね大浴場の露天風呂なんですけど、あっちはライトアップしてます。うわ、すごい。ホタルが飛んでました。いや、まさかこんなとこでホタルが見れるとは。九州はホタルがちょっと遅いんですね。ちょっと暑いね。暑いけど気持ちいい。すごい。ほら、湯の花。すごい。ここから普通に出てきたね。すごいね、湯の花。
ちょっと暑いな、気持ちいいけど、長いですね。おはようございます。ちょっとベッドで横になったらいつの間にか寝ちゃってました。朝は寒いですね、この辺りは。よいしょ。朝食の時間になったんで、あちらの食事会場の方に向かいます。この食事前までカートで行くことができます。よいしょ。これは何でしょうか。蒸し野菜蒸し野菜ね。豚肉に、ウインナーで、野菜などがいろいろ入っています。はい。こちらが朝食ですね。こんな感じの、おかずですね。で、こちらに、卵、そして鮭。で、これがね、赤牛の、肉味噌です。いただきます。しじみがこれでもかっていうぐらい入ってる。しかもでかっ。美味しい。おお、めちゃくちゃいい感じに仕上がってる。なんか美味しそうやね。なんかハーブソーセージみたいな。ハーブやね。美味しい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。量は普通かなと思ったんですけど、食べてたらね、めちゃくちゃお腹いっぱいになりました。ご飯とこの、お味噌汁のおかわりもできるんですけど、もうおかわりできないぐらいお腹が満たされました。すごく美味しかったです。はい。ではね、部屋の方に戻って少しだけゆっくりしたら、チェックアウトしたいと思います。温泉入ってで朝食も食べてきました。気になるこちらの宿泊料金のご紹介します。こちらはですね、内風呂、そして露天風呂付きのタイプ C のお部屋になります。で、食事のプランなんですけど、いくつかあります。小華堂弁当プランっていうプランが一番安いんですけど、その次に安いプランの季節の懐石料理プランにしました。季節の懐石料理プランで、大人1名31,857円でした。本当はね、もう少し高いんですけど、楽天トラベルの0と5のつく日の割引される日に予約したんで、安く利用することができました。10万円近くするんじゃないかっていう感じのお部屋なんですけど、2人でね、63,714円だったんで、かなり安いかなと思います。この部屋はですね、もう隣が大浴場で、目の前が食事会場なんで、移動するにもすごく便利なお部屋でした。熊本を楽しみたいんだったら、馬刺し付きのプランとか、あと高牛牛ステーキ御膳プランっていうのもね、いいのかもしれません。このお部屋はですね、むちゃくちゃ人気だそうです。昨日急遽予約取ったんですけど、もう次空いてる日がね、結構先だったんで、前日に予約しました。で、7月はですね、こちら7月なんですけど、ほとんど埋まっちゃってます。3分の1しかもう空いてません。で、8月も一緒ですね。もう3分の1しか
この部屋の空きはありません。で、9月はですね、今だったら半分ぐらい空きがあります。ただこの11月ですね、もう空きは2部屋しかありません。おそらく紅葉がすごく綺麗な、旅館なんだと思います。はい。で、12月はね、意外と空いてます。はい。こんな感じですかね。一応ね、年内12月まで予約することができます。他のお部屋はですね、ここまで予約が埋まっているわけじゃないとは思うんで、もしね、行ってみたいって方はですね、他のお部屋もチェックしてみてください。それでは、チェックアウトするんですけど、フロントの方に電話するとですね、カートで迎えに来てくれます。なので、今からね、フロントに電話して、チェックアウトしたいと思います。これで最大速度ですか？いや全然もっと出る。もっと出る。ちゃんとは出ます。出してほしいな。出し怒られるから。怒りくはないですね。ああ、よいしょ。はい、ありがとうございます。よいしょ。チェックアウト前にですね、コーヒーがいただけるみたいです。コーヒーいただきました。それではね、次の目的地に向かいたいと思います。今回はですね、熊本県黒川温泉にある山水木三山山荘に宿泊してみましたが、いかがだったでしょうか。四季折々の景色を楽しむことができると思うんで、気になった方はぜひチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。